歴史上で最も裕福な人物を知っていますか？億万長者の銀行家や大物起業家ビル・ゲイツやジョン・ディ・ロックフェラー、アフリカの王ムーサ・ケイタ一世はどう？ 14 世紀にマリ帝国を統治したマンサ・ムーサ、別名王の中の王は人類史上最も豊かな人物とされる。しかし彼の莫大な財産は彼の豊かな伝説の一部に過ぎない。マンサ・ムーサが即位した1312年、ヨーロッパの大半は飢饉や内戦に苦しんでいたが、多くのアフリカの王国やイスラム世界は繁栄しており、マンサ・ムーサはその繁栄の利益を彼の領地にもたらすことに大きく貢献した。都市トンブクトゥを戦略的に併合し、さらにガオまで影響力を回復した彼は、地中海から西アフリカ沿岸につながる重要な交易ルートを支配した。マリ帝国は拡大を続け、飛躍的に大きくなっていく。マリ帝国の領土は金や塩などの天然資源が豊富だった。マンザ・ムーサの富を世界が最初に目にしたのは、彼がメッカ巡礼を行った1324年のこと。限られた予算内での巡礼ではなく、遥か遠くまで長い列をなすキャラバンを率いていたのだ。この旅行の予算は口頭伝承やいくつかの異なる記録によるため正確に知ることは困難だが、途方もないスケールの遠征であったことは確かなよう。年代記の編者によれば、キャラバンには何万もの兵隊、市民、奴隷が随行し、500人の死者は金製品を運び、上質な絹をまとっており、多数のラクダや馬が大量の金の延べ棒を背負っていた。カイロなどの町に立ち寄ると、マンサ・ムーサは大きく散財した。貧者に施し、お土産を買い、時には通り道でモスクを建設したり。彼の支出は地域経済を不安定にし、大規模なインフレを起こす。その旅は1年以上もかかったと言われ、マンザ・ムーサが戻る頃には、彼の驚くべき富の話は地中海沿岸の港に広がっていた。伝説の域に持ち上げられたマリ帝国とその王は、1375年のカタロニア地図に描かれることでその地位を不動にした。中世ヨーロッパの最も重要な世界地図の一つに尺と金塊を持った王として描かれたのです。マンサ・ムーサは彼の帝国と彼自身を文字通り地図上に残したのだ。しかし彼の関心は物質的な富だけにはとどまらなかった。敬虔なイスラム教徒としてトンブクトゥに特に関心を示す。彼が併合する前から宗教や学問の中心地だった場所だ。巡礼の旅から戻ると、その地に彼は壮大なジンガリベリモスクをアンダルシア人の建築家の力を借りて建設させた。さらに大きな大学を作り、都市の名声をさらに高め、イスラム圏全体から学者や生徒を集めた。マンサ・ムーサの統治下で帝国は都市化し、人でにぎわう何百もの町に学校やモスクができた。王の豊かな遺産は何世代にもわたって引き継がれ、マリの歴史の黄金期の証拠として霊廟や図書館、モスクが今日に至るまで残されています。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入った方は登録をクリック。毎週新たな学びとの出会いがあります。